ます。おはようございます。よいしょ。はいどうも皆さんこんにちは。今日は2024年の9月27日ですね。で場所なんですけど、今ですね電車に乗って徳島県の坂東っていう駅に着きました。一応ね、私の方は昨日徳島県に来まして、徳島市内で1泊して最後のね徳島ラーメンとかいろいろ食べてまいりました。で今ねお遍路グッズみたいなのもほとんど持ってないんで、ここですね、この一番札所の霊山寺っていうとここでね一応全部買えますんで、とりあえず霊山寺に向かって歩いて、そこでねお遍路グッズを購入しまして、巡礼の旅にね出ていきたいなと思います。なんか雲行きがかなり怪しいんですよね。天気予報的には一応雨は降らない予定だったんですけど、なんかこれ見るとすごい不安。はい、じゃあとりあえずこんな感じで全部買ってきましたんで、いよいよ始まります。皆さん発信って書いてますね。行きましょう。よし、じゃあ2024年9月27日午前10時56分、今日から巡礼始めます。よろしくお願いします。はい、とりあえず今1番を打ち終わって2番に向かってるんですけど、だいたい距離的に1キロちょっとなんで、多分すぐ着くと思います。明日まではこの寺と寺の区間が結構短いんで、ポン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 多分進んでいくとは思うんですけど、なんかねこの寺の距離が近いっていうのは良しも悪しもどうなのか、とりあえず行けるとこまで今日は6番ぐらいまで行けたらいいかなと思って、野宿できるところも探しながらねちょっと回っていきたいなと思います。基本的にこういうお遍路ステッカーがあるんで、もうこれを辿っていけばいいだけなんで、比較的道には迷わないと思います。時々見過ごすんですけど。はい、2番極楽寺到着です。行ってきます。はい、現在時刻11時40分ですね。昼前なんですけど、時間的に6番まで回るのはちょっとあんまゆっくりしてたらまずいかなっていう感じなんでね、昼ご飯は諦めてこのプスライト飲んでます。そして2番で早くも左の足首が痛くなってきましたね。俺ね多分膝とかは大丈夫だと思うんですよ。ただね足首がもう昔から悪いんで、足首はね前から心配はしてたんですけど、痛くなったらちょっと自分の足首と相談しながらこれからも歩いていきます。ただちょっと早かったな、思ったよりだいぶじゃあこれ飲み終わったらねぼちぼち3番に向かいましょうか。はい、3番根泉寺到着です。失礼します。失礼します。はい、今3番終わって今4番の第2寺に向かっているところです。あと 4.3 キロですね。さあ
今日で一番変路道っぽいとこに入ってきましたけど、草がすごい。よいしょ。これここから入っていくんですよね。4番第二知事こっちです。変路っぽいですよこれ。なんかGoogle マップの地図でね結構行く人多いんですけど、あれで行ったらねこういうなんかちゃんとしたっていうのかな、変路道が通ることできないんで、なんかお遍路専用の地図があるんですけど、それで行った方がおもろいですね。4番第二知事あと 1.8 キロこっちです。はい、4番第二知事到着です。 4.6 キロだったから結構疲れたな。もうこのモントベルのバッグの上にもう汗べちゃべちゃちょっと呼吸整えてからお参りしましょうか。はい、今4番の第二知事参拝終わって5番に向かっているんですけど、道中にあるこれわかりますかね、この東屋。俺ね前回回った時ここで初めて野宿したんですよ。いや懐かしいですね。良くも悪くもこの東屋が俺の外で寝る行為の原点です。ありがとうございました。あの時は。今日はもうちょっと先まで行きたいんで頑張ってみようと思います。はい、5番地蔵寺到着です。ちょっと時間的にかなりやばいんですけど行ってきます。はい、今ね5番の地蔵寺参拝終わって6番安楽寺に向かってるんですけど、時間がねこんな感じでかなり微妙、3時40分ですね。一応ね6番安楽寺までここから5キロちょっとぐらい距離があるんで間に合うかどうかねすごく不安ですね。一応予定してたのが6番で、その先にある公園でね野宿しようと思ってたんで、まあ一応ね自分が立てた予定初日から崩したくはないんで、頑張ってね6番までちょっと歩いてみようと思います。はい、6番安楽寺到着です。時間は、4時45分、ギリギリ滑り込みできました。速攻でお参りして農協も済ませてきます。はい、時刻は午後8時前ですね。今日はもうちょっと先のね公園で泊まろうかと思ってたんですけど、ちょっとね心が折れまして、一番札所の霊山寺に向かう電車の中から一緒にいた同じ広島県お遍路の方とイギリス人女性お遍路の方3人でね、こちらの6番札所安楽寺さんの通宿をお借りして一泊しております。で今日ねちょっと自炊してご飯作って食べようかなと思ってたんですけど、やっぱりね通宿の中なんでちょっと牡蠣を使えないということで、一応ね来る途中のセブンイレブンでこういう一目惚れっていうこのご飯の湯煎して温めるパックとシーフードのカップヌードル、これ買ってきてたんですけど、両方ねお湯がないとちょっときついんですよ。というわけで急遽予定を変更しまして、家から持ってきてたオニシのエビピラフ、これを水で戻したのと、こちらセブンイレブンの7種の野菜っていう味噌汁ですね。これを水で戻した水味噌汁、これでねちょっと晩ご飯食べようかなと思います。遠路道第1弾、こんなことになりました。でもやっぱ食べないとね明日に繋がらないんで無理して食べます。ではいただきます。味噌汁できてるかな。できるもクソもねえわっていう感じだけどね。いやでも今日疲れたわマジで。初日でこんなに疲れると思わなかった。やっぱ体が慣れてないからかな。全然味噌が溶けんぞこれ。今まで見たことはない味噌汁の色をしてる。じゃあ変路の夜1泊目で食べる水味噌汁いただきます。外気温が結構暑いんで意外といける。で美味しいエビピラフ、これは一応ね水で戻すこともできるんですけど、俺の経験上お湯の方が圧倒的にうまい。で1時間水を入れて放置するんですけど、1時間前に入れてこんな感じ、形にはなってますよね。結構粘り気もあるな。じゃあちょっと今更ですけどオニシのエビピラフもいただきます。これもうまい。今までねこのアルファ米っていうんですかね、このタイプのやつ俺何が美味しいのか全然分かんなかったんですけど、今日のはうまいわ。冗談抜きで。いつもねキャンプ行ってたらこんなもん全然食べないっていうか、なんか料理をしに行くみたいなのあるんですけどね、遍路で食ったらこの水で溶かした味噌汁でするうまい。で一
一応明日の予定なんですけど、今日が、こちらですね。この6番札所安楽寺さんに今泊まってるんですけど、ここからもうずーっと上がっていきましての、1.2 キロ先の7番十楽寺、そこから 4.2 キロ先の8番熊谷寺、さらにそこから 3.8 キロ先の10番桐畑寺で、ここから 9.3 キロ先の、11番藤井寺、ここまでねで、この11番藤井寺の近くに泊まろうかなと思ってます。で、一応ね、この地図の距離を足してみたら、多分明日歩く距離が、25キロないぐらいかなって思うんですけど、今日がね、20キロぐらいなんですよ。すっげえ疲れたんで、もう肩もちぎれそうだし、足もね、もうすでにちょっと若干やらかしてる感があるんで、25キロなんか心配なんですけど、一応予定としましてはここの11番藤井寺まで回りたいなと思ってます。で、皆さんね、今日も6番までポンポンポンと行って、明日もね11番までポンポンポンと行くんで、意外とね、なんか早いじゃんって思う方多分いらっしゃると思うんですけど、これね、四国遍路、これ罠でこんな感じでね、わかるかな、スタート地点すごい札所が詰まってて、もうポン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 行けるんですよ、11番までは。ただね、俺も10年前1回回ってるんでわかるんですけど、ここのね12番の正山寺っていうところがめちゃくちゃきついんですよ。なんでここはね、すごくちょっと慎重に行きたいなと思ってます。なんで一応明日はね11番まで行って、明後日一気に12番頑張ってここの峠越えをして、その先にキャンプ場に泊まるという、このプランでね、明日明後日動いていこうかなと思ってます。はい。それとね、皆さん農協帳なんですけど、これ俺10年前に使ってたやつなんですけど、新しいね農協帳買おうかなと思ってたんですよ。そしたらね、今年の頭ぐらいかな、なんか農協料が値上げされたらしくて、前までね300円だったのが1箇所500円に値上げされちゃったんですよ。で、そしたらね、こんな感じで500円払ったらこんな感じで農協してくれるんで、俺もねこれと全く同じやつもう一冊ね新しく作ろうかなと思ってたんですけども、なんとですね、上からこの2個目のスタンプを押すパターンのやつ、これだったらね1箇所300円でいけるんで、考えてみたらだいたい2万近く変わるんですかね。そう思ったらね、ちょっとお値段的にも悩みますし、せっかくね2週目っていう感じなんで、何事もなくね全く同じものをもう1冊作るよりかは、このね2週目の証である2つ目の御朱印っていうんですかね、スタンプ、これをですね押してもらうのがいいかなと思って、こういう感じでやってみました。1周目だったらこんな感じですね。真っ白のところに墨書きしてこのスタンプを押してもらうっていう感じです。2周目だったらこれ、はい、こんな感じです。なんで、今回はね溜まっていった方が多分動画的には面白いのかもしれないですけど、このパターンでやっていきます。はい、ラーメン食べてきました。お疲れ様です。はい、どうぞ。そんな感じで今日はね、ここ3人で雑魚寝スタイルなんで、明日も早いんでねちょっとのんびりしてご飯食ったら早めに寝ようかなと思います。じゃあ1日目はね、こんな感じで終わりにしようと思いますんで、それでは皆さんおやすみなさい。また明日2日目の朝にお会いしましょう。バイバイ。